キャンピングカーに乗り続けて30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。はい、ソーラーパネルを載せる課題が完成しました。ソーラーパネルの選定にはすごく悩みました。屋根のフラットな部分って意外と少ないんですよね。そこにフラットタイプのソーラーパネルを貼り付けてマックスファンとの取り合いを考えると、大きそうに見えるマイクロバスでも500-600ワットしか乗らないんですよね。そこでアルミ枠のついたソーラーパネルを載せることにしたんですが、ソーラーパネルを想定した木枠を作って実際に屋根に乗せて検討してみました。検討の結果、 GW ソーラーさんの 160W のパネルと 50W のパネルを組み合わせることで 1270W のパネルが載せられることが分かりました。160W のパネルのスペックは出力電圧が 28V、 開放電圧 33.9V、 電流が 5.71A、 大きさが 1546×530×35mm ということになってます。 50W の方のパネルのスペックがこんな感じです。動作電圧 37.6V、 開放電圧が 45V、 電流が 1.33A、大きさが書いてないですね。図面がありました。縦が 490mm、 横が 530mm、 厚みが 35mm ですね。ご覧のようにパネルの方はどちらも 28V、33V というようにちょっと電圧高めのものを選びました。このコースターのメインバッテリーの方が 24V なんですね。サブバッテリー回路については 12V にするのか 24V にするのか、いろいろちょっと検討中です。電気を消費する方はね、ほとんどの機器が 12V または AC の 100V ですから、サブバッテリー回路を 24V にすると常に 12V のコンバーター、 AC100V のインバーターをねオンにしておかなければならないという欠点があります。AC100V 側でね使う機器の電力はというと、エアコンでしょ、 IH クッキングヒーター、電子レンジやドライヤーなど大電流を食うものばっかりなんですよね。インバーターの入力側の電流を考えると、配線の太さやシャントやブレーカー、端子の発熱が想像できます。同じ電力を消費する場合に 12V よりも 24V の方が電流が半分で済むので圧倒的に有利なんですね。でね、サブバッテリーの回路を 12V にするか 24V にするか、まだちょっと決めかねてるというところです。どっちにしてもね、充電制御には MPPT という回路を使用しようと思ってるので、電圧が高い方がね効率よく充電できると思いますんで、このソーラーパネルを選びました。MPPT 充電器の方はね、直流間コンバーターが内蔵されてるんで、入力最低電圧を切らない限りはね、ベストな状態での電圧に勝手に変換してくれますんで、ソーラーパネルの動作電圧は高い方が朝夕や雨曇りの照度が少ない日でもある程度発電してくれると思うんで、ちょっと有用かなと思います。その辺のね充電回路についてはね、またサブバッテリーシステムを組むときにねお話できたらなと思ってます。映像の方はね、課題に取り付けるネジ穴を開けるために取り付ける形で並べています。これは前回
車の屋根に取り付けた課題ですね。パネルの方のネジ穴の加工をするためにね、こうやって作業してました。これちょうど上下が逆になって車の屋根につく形です。寸法を測ってね、しっかり合わせたら穴を開ける場所に印をしていきます。パネルを取り付けるときには車の屋根とソーラーパネルの隙間にね、手を入れてネジを留めたり作業することになるんで、できることはね、あらかじめやっておきます。パネルとパネルのつなぎ目はアルミ板を切ってパネル接続金具を作りました。出来上がったパネル接続金具も印をつけるために取り付け場所に乗せていきます。課題と接続金具が揃ったところで印をつけていきます。はい、じゃあパネルの枠の方にね、印がついたところで穴を開けていきます。パネルを傷つけないように板を挟んで作業していきます。はい、これでね、パネルを載せる準備が整いました。はい、じゃあパネルの方を載せていきます。ネジ穴がずれてなくてネジがうまいこと入ってくれればいいんですけどね。取り付けるネジは 8mm のボルトと緩み止めのナット、両方ともステンレスです。課題の取り付けに使ったネジと同じネジです。あとはね、屋根とパネルの隙間に手を入れてスパナでネジを締めていくだけです。こうやってね、取り付けていったんですけどね、2列目の課題の両端が数ミリ低くて、2列目のパネルとの高さの差がね、8ミリぐらいできてしまうんです。よく見ると2列目のこの課題だけなぜか外側が3ミリほど下がっているのが分かりました。溶接をするときに熱を加えすぎて少し変形してしまったんでしょうね。何か方法を考えないといけないですね。はい、ちょっとかますのにね、こんな板を作ってみました。
を1枚かまして、はい、こっち段差が1ミリ2ミリぐらいですか。これぐらいならなんとかなりそうです。ソーラーパネルの方4つ湯で濡れてますけど、こんな感じにつきました。2番目のキャリア、高さが5ミリぐらい低くてですね、真ん中の前から2列目のパネルと高さがちょっと合わなかったんで、2番目のキャリアの端っこの部分ですね、そこにスペーサーを作ってかましました。どうもね、溶接の失敗で若干曲がってたようです。だから内側部分はね、高さがちゃんと出てたんですけど、両端がね数ミリ落ち込んでて、そんなことになってしまいました。でもまあ、スペーサー入れたらね、なんとかうまくいったんで、まあ良かったかなと思っております。これでね 1270W パネルが乗りました。何者かがパネルの上を歩いたようです。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。車中泊、キャンプ、登山などの動画はアウトドアアクティビティのサブチャンネルで公開しています。こちらのチャンネルもぜひチャンネル登録してみてくださいね。次回、取り付けが終わったソーラーパネル、配線や走行性能や燃費にも関わる重要な部品、ベアリングを作って取り付けます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。